ポケモンゆっくりスクールにようこそ。部長のレイムです。マリサだぜ。今回は初代ポケモン四天王について解説していきますよ。新作のポケモンレジェンズが出るから初代の四天王について気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこのスクールに入学してくださいね。また高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるからお願いするぜ。それでは授業開始です。では、そもそも四天王って何なのって方もいると思うので解説しますね。ポケモン世界において、強さや名声を求めるポケモントレーナーが目指す場所がポケモンリーグと言います。全ポケモントレーナーの頂点に君臨する組織で、ポケモンジムの運営などポケモンバトルに関する一切を仕切っているのもここと思われますね。なるほど、ジムの管理もポケモンリーグが行われているってことか。もしかしたらカラクリ屋敷もか。あれは個人経営です。ちなみにポケモンリーグのリーグは連盟という意味なんですよ。ハートゴールド、ソウルシルバーではラジオの CM で連れ歩きの啓発活動も行っていました。ポケモンリーグには四天王と呼ばれる凄腕トレーナー4人とさらにその上を行くチャンピオンがいて、彼らを相手に勝ち抜くことで最高のポケモントレーナーとして認定され、殿堂入りすることができるのですよ。なるほど、改めてポケモンリーグと四天王のつながりが分かったぜ。それでは、初代関東の四天王であるカンナをまず紹介しますね。赤緑青ピカチュウの時の手持ちはこんな感じです。ジュゴンレベル54、パルチェンレベル53、ヤドランレベル54、ルージュラレベル56、ラプラスレベル56。どれもレベル50超えで四天王らしいポケモンだな。ラプラスがエースでピカ V でもラプラスに乗っていたぜ。当時は氷状態イコール道具を使わない限り治らない仕様で、敵キャラは全ての技の PP が無限だったため、吹雪の命中率 90% と3割の確率で氷状態になるという高確率で、使用回数無限によって、かなりの強敵だったのですよ。初代の吹雪めちゃくちゃ強すぎだろ。さらに当時の AI は、プレイヤーが先手で行動した後に自分の行動を決定できたので、途中交代をしようものなら必ず交代は読まれて、交代先のポケモンに最も効果的な技を的確に繰り出してきてかなり厄介だったのです。これはカンナのラプラスがトラウマだったプレイヤーも多いだろうな。アニメでも活躍して人気も出たことからか、ファイアレッド、リーフグリーンでは出番や設定がかなり追加されていますよ。初回殿堂入り全国図鑑バージョンアップ後、7島を舞台に繰り広げられるストーリーの主要人物なのです。4の島出身であり、彼女の部屋にはたくさんの可愛らしいポケモンのぬいぐるみがあるのです。泉と一緒に買いに行ってそう。ちなみに一定回数殿堂入りすると、ぬいぐるみが増えていますよ。休暇を取って4の島に里帰りするとなると、未天皇になってしまうのでポケモンリーグも自主休養した珍しい場面にも立ち会えますよ。カンナが実家に帰ってる間その3人は何してるんだろうな。確かみんなでランドワンに行くって言ってましたね。おばあちゃん一人にごつい2人でボーリングだと？一緒にロケット弾を倒した後は自分の家に戻り、自身の現在について思い悩んでいたりと努力家なのがわかりますね。彼女曰く、手持ちのラプラスは手抱きの洞窟でゲットしたとのこと。ちなみに低確率だが、ラプラスは手抱きの洞窟奥に出現するんだぜ。あの霞が憧れる人物でありこの設定は、アニメからの逆輸入されてゲームでも使われていますよ。アニメではオレンジ諸島編で登場しましたが、ゲームとは印象がかなり異なり、落ち着いた大人のお姉さんという雰囲気になっています。しかもポケモンでは珍しく谷回りの巨乳キャラ。もう少し濁して表現できないの？初代ポケモンのオレンジ諸島編では、結構巨乳キャラが多く登場するので見てみるといいですよ。何の報告なんだよ。連戦連勝で天狗になっていたサトシにバトルを挑まれるも、ピカチュウに相性の悪いパルチェンで圧倒的な強さを見せつけました。それ以降は基本タメ口だったサトシが年上に対しては敬語を使うようになっているため、サトシにとって超重要なバトルでもあったのですよ。おお、サトシがダークサイドに行かなかったのはカンナのおかげだったのか。私もバトルで一度カンナさんにしごかれたいですよ。本当にそれバトルなんだよな。さて、次に紹介する四天王の2人目は芝ですよ。ポケモン赤緑で初登場し、主に格闘タイプを扱っていて岩タイプも使う四天王の一人で、数年後を書いたポケモン金銀でもなんと四天王を続けていますね。正面からのパワーファイトを好む根っからの格闘家であり、試合前にはーっと、気合を入れるのが癖なのです。バトルフロンティアのバトルキャッスルの国蘭と一緒に山に向かって叫んでそう。すぐに服を着たたけしと違って赤緑、ファイアレッド、リーフグリーン、金銀、ハートゴールド、ソウルシルバー、レッツゴーピカチュウ、レッツゴー EV、アニメ、などどの作品でも半裸を崩さない。曰くも扱うだけあって意志の硬さが伺えますね。いつも下ネタばっかりだけどたまにはうまいこと言うじゃん。どうも下ネタチャンピオンのレイムです。そんなチャンピオンでどやらないでください。
冗談はさておき、男の中の男だということが伝わってきますね。半裸に加え糸目や岩枠など、たけしとは関連性が指摘されていますが、何か関係がありそうです。そういえば、たけしと関連されるところ多いよな。実は密かに女性人気が高いようです。へえ、女性からも人気あるのか。旧版ではやや太り気味なドット絵でしたが、ハートゴールド、ソウルシルバーではぎゅっと体が引き締まり、顔つきも精悍になり文句なしにイケメンになって帰ってきました。また、最後の一匹を繰り出す時のセリフまでかっこいいんですよ。さあ倒れた者の分まで存分に戦え。芝めちゃくちゃイケメンじゃないか。実は裏設定として方園地方の陶器とは一緒に修行した仲なのですよ。ポケスペでは芝は剛の奥義、陶器は銃の奥義とのこと。好物は長寿タウン名物怒りまんじゅうです。ちなみに私はたけしのお手製ポケモンフーズが好物です。あれ人間も食べれるの？時々手持ちと共に一の島の灯火温泉に通い、湯治をしています。ポケモンアニメでも登場していて曰くの主、大曰くを見事に手なずけて見せていたりしています。その時、サトシとタケシは先生と言って修行をつけてもらっています。と言いつつのほぼ雑用だったけどな。そんな芝の手持ちポケモンは次の通り。曰くレベル53、エビワラーレベル55、沢村レベル55、曰くレベル56、怪力レベル58。ほう、格闘と岩タイプの組み合わせなんだな。とはいえぶっちゃけこの組み合わせどうなのさ？ここまでかっこいい活躍セリフなどで強そうな感じがしますが、ぶっちゃけた話、楽な相手なのです。なぜかというと、チャンピオンロード攻略で必須なので誰かしらに波乗りが覚えているのですが、これで曰くは4倍弱点なのでワンパンなのですよ。なるほどな、これで2体はなかったことになるのか。格闘タイプや岩タイプのタフなポケモンを使い、パワフルな戦法で攻めるのを得意となるはずなのですが、初代はポケモンの数も限られていたのでこうなってしまったのですよ。レッド、グリーン、ブルー、ピカチュウ時代のゲーム環境が、芝にはまだ厳しかったと言わざるを得なかったのね。さすがに後続の作品では手持ちや技構成の見直し、ハリテヤマやルカリオなど新種の強力な格闘タイプポケモンの追加、有用な特性の追加、強力な技の追加と着実に強化されているのですよ。では、初代関東3人目はゴーストや毒タイプのポケモンを使うキクコです。オーキド博士とはトレーナーとして腕を競い合った、かつてのライバルでもあるのですよ。キクコは超がつくほどのバトルマニアなのです。というのは、ボイスチェッカーに乗るキクココメントで、年取っても大木戸のジジイみたいにはなるんじゃないよ。私のようにいつまでも戦っていくんだ。といったコメントが見られます。キクコばあさんコメントが少年漫画のセリフ並みに若すぎるだろ。またオーキド博士との関係を匂わせていますね。私の予想ではもともとキクコが片思いだったのに対しオーキド博士はマグノリア博士と共にポケモン研究の道に走ったのだと。何そのドロドロ恋愛関係。とはいえ、オーキド博士を昔から知っているようで、ジジイは昔は強くていい男だったと昔の彼を称賛していますよ。やっぱり昔のオーキド博士はバトルの腕もあったんだな。ポケモン映画セレビー時を超えた遭遇ではリーザドが手持ちでしたし、サトシにも引きを取らない感じがありましたよ。またキクコは、悪の組織のようにポケモンを戦いの道具として見ているわけでは決してありません。七島のポケモンジャーナルや6の島の老婆の情報によると、若い頃はオーキド博士のライバル的存在であり、四天王に就任後は最年長記録を作ったとのこと。おお、最年長記録なんてすごいぜ。本人曰く、ピカ V では強化後に勝利するとかつてオーキド博士とは、良きライバルであったとのことです。新王四天王の菊野とは名前も容姿も似ていますが、関係は不明ですね。アニメでは榊が去った後、時はジムの臨時ジムリーダーを務めていてサトシとバトルしますよ。結果は惜しくも負けるというさすがのピカチュウとサトシのゴールデンコンビ。例えると、筋肉マンと筋肉マングレートがタッグを組んだぐらいのコンビネーション。今の子わからないでしょ。手持ちポケモンはこんな感じです。ゲンガーレベル56、ゴルバットレベル56、ゴーストレベル55、アーボックレベル58、ゲンガーレベル60。キクコばあさんは、毒タイプとゴーストの混合って感じだな。バランスの良さそうなパーティーだぜ。四天王戦の第2試合とあって、かなり手強い相手になっています。使用ポケモンはゴーストタイプと毒タイプで、エスパータイプを手持ちに加えれば勝てるでしょう。地面タイプは、特性浮遊持ちがいるためかなり厄介ですね。この頃はゲンガーも特性浮遊なんだよな。怪しい光や毒などのほ助け技を多用し、相手をじわじわ苦しめる戦術をしてきます。おまけに催眠術からの夢食いのコンボも使用してくるのでかなり厄介ですね。私もこの前夢見たんだよ。どんなことですか？霊夢部長がクビになる夢。あんた私のこと嫌いなの？さて、ラストは最強のドラゴン使いの渡るです。
逆立てた赤毛が特徴で、赤紺または黒を元調とした衣服に黒いマントをつけていますよ。このマントはドラゴン使いの由緒あるユニフォームとのことです。ちなみにファイアレッド、リーフグリーンでは、玉虫デパートに手渡るという人がいつもマントを買っていくという女性の発言を聞けますよ。渡るのマント玉虫ティで買えるのかよ。この前目前したのですがチェックへのピンク色のマントも買ってました。渡るめちゃくちゃオシャンテやん。ただのドラゴン使いだけではなく、多くのトレーナーに尊敬されている人物です。ハートゴールドソウルシルバーではロケット団のアジトで主人公と一緒に戦うシーンがあり、兄貴のように引っ張ってくれます。そんな活躍もあり色々なトレーナーに尊敬されていますね。ただ、アジトに突入する直前には、ロケット団の仲間に向かって海流に破壊光線を打たせるという場面がありました。アニメ版ポケモンではトレーナーに攻撃はよく見られる光景ですが、ゲームでは、前回紹介したポケモンコロシアムを除くと一切ないシーンであるためネタにされることが多いようですね。そういう冷徹な部分もドラゴンらしいんだよ。手持ちのポケモンは、ギャラドスレベル58、白竜は2体で2レベルは共に赤からキは56、プテラレベル60、海竜レベル62、この最強の構成からさらに、無限の PP から放たれる破壊光線も脅威。当時の破壊光線は敵を倒すと反動なしバグ持ちだったため、下手にこちらのポケモンを倒されると容赦なく次のターンも飛んでくる理不尽っぷり。渡るポケモンは火力だぜって言っては破壊光線打ってきてそう。それあんたでしょ。また、現在ではありえませんが、海竜にバリアを覚えさせています。海竜の防御種族値は95とそこそこ高く、1回使うだけでもそこそこの硬さになるのですよ。凶悪なサポート技を覚えてたんだな。第一世代では双子島でフリーザーをゲットして主力に添えるプレイヤーが多かったため、伝説のポケモン禁止を課さないプレイヤーにとっては比較的楽に倒せますね。ちなみに渡るの切り札は海竜となっていて、チャンピオンとなった譲渡地方では手持ちのうちなんと3体が海竜という鬼畜っぷりです。さすがドラゴン使いらしく凶悪なメンバーを使ってくるぜ。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな四天王がいたら教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。